どうもちゃん、金子でございます。ということで、今日なんですけども、最近無性にあれが食べたくて、そう、カンジャンケジャン。いつもだったらね、食べたいなと思ったら、韓国にピュッと一っ走りして食べてくるんですけども、今海外には行けないじゃないですか。で、国内のお店屋さんで食べようと思って、国内のお店屋さんで食べても、なんかね、ちょっと、美味しいんですけど、一味足りないんですよね。店屋さんで出てくるやつっていうのは、冷凍物の既製品のやつを溶かして提供されるんですよ。その方が安全だからね。自分のところで漬け込んで作ってるお店っていうのはなかなかないと思うんですよね。だったら、もう作った方が早いんじゃねえかということで、今日はカンジャンケンジャン作っていきたいと思います。そしたら今から新鮮な渡りガニを買いに行きたいと思います。やっぱりカニは新鮮じゃないとダメなんでね、まだピチピチ動いてるやつを買いに行ってきます。それじゃ行ってきます。さあ今日はお母さんのとこでカニ買おうかな。俺がね、今日メスのカニが欲しい。あ、これ全部メスだね。10匹ぐらいもらってこうかな。お母さん久しぶり。はい。今日はね、カニをもらいに来たの。あ、本当。うん。こっちにもおるじゃない。こっちにも奥にいるし、今日はこんなに。これちょっとでかすぎるな。これは。でかすぎるな。なんか、うちわエビもおるね。うちわエビもこれつけたら面白いな。これももらおう。おお、俺じゃないの。誰かと思ったらあんた。飯食ったらどこだ、飯食ったらどこだ。あれか、またあれやるのか。この具材見てわかる？これわかる。ケジャンだろ。正解だな。ケジャンだな。これケジャンってさ、煮干し使うじゃん。これめっちゃいいじゃん。これね、手作り。火を通してないやあ、つ。これどうだろう、だしに。あんまりだしに使わん？ちょっとこう行ってからやればいいんじゃない？あ、行ってからやればな、手作りだもん。じゃあこれお母さん1個これももらいます。はい、これはもうサービスで。マジ？ありがとう。ねめっちゃうはい、まそう。これです。めっちゃ美味しいです。でも宣伝するじゃねえか。ありがとう。はい、ありがとうね。おいちゃん、すぐ行って作らなあかんだよ。じゃあな。ただいま。新鮮な渡りガニとうちわエビっていうことでね、それではこちらをさばいていく。はい、改めまして、本日の食材がこちら。渡りガニとうちわエビ。っていうことでね、新鮮なやつ選んで買ってきました。で、卵びっちりのカンジャンケジャンを作ろうと思ったんですけど、どうやら今の時期ってメスが卵を産み落としてしまって、あんまり良くないらしいですね。なんでこの時期はオスを食べるのがいいみたいですね。で、春ぐらいになってくると、メスが卵を持ち始めるんで、メスを食べた方がいいという風に聞きました。今日はオスもメスも両方買ってきましたんで、食べ比べもしていきたいなと思います。で、カンジャンケジャンって何かと言いますと、簡単に言うと、だし醤油につけた生のカニですね。で、カンジャンセウっていうのがそのエビバージョンなんですよね。なんでカンジャンセウをこれで作っていきましょう。これめちゃめちゃ美味しいんですよ。うちわエビって言うんですけどね、伊勢エビにも匹敵するんじゃないかといううまさです。そしたら、まずはタレを作っていきましょう。で、タレの材料をパンってやってここに出したいんですけど、あんまりにも多いので、随時紹介しながら入れていきますね。まずはベースとなるお水。1リットルぐらいですね。で、次は乾燥椎茸ですね。ちょっと今日は多めに入れましょう。6個ぐらい。ポンと入れます。で、お次はこちら、昆布ですね。昆布もちょっと多めに入れましょう。で、こうちょっと割ってね、バキバキっとして入れますと。で、今日は普通の煮干しじゃなくて、買ってきた田作り、生のイワシを干したものですね。これを軽くいって使っていきます。すごいいい香り。これはいい出汁が出そうだ。はい、こんなもんですね。で、気になる人は内臓とか取ってください。僕はあんま気にならないんで、このまま入れちゃいます。なんかこういうのも買いました。肝臓っていうんですけど、なんか高麗人参みたいな匂いがします。これもね、入れるといいみたい。ちょっとすごい匂いなんで、2つにしておきます。これをポンポンポンと入れます。じゃあ次、お野菜系いきましょう。はい、こちら。リンゴと梨ですね。梨を入れると本格的な味になるんですね。今の時期は梨がありますんでね、カンジャンケジャン作りたい放題ですよ。リンゴと梨3切れずつにしましょうか。で、こうやってね、輪切りになってるレシピが多いんで、でヘタごと輪切りにしました。ここは後で食べますからね。梨とリンゴ。で、次は大根と玉ねぎも入れましょう。大根も豪快に皮付きのまま3切れぐらいいきましょうか。大根。で、玉ねぎも半分ぐらい使いましょう。で、カンジャンケジャンのタレ作りはもう結構大雑把で大丈夫です。大雑把でも美味しくなっちゃいますんでね。でも玉ねぎなんかもザクザクと
そしたらネギですね。ネギのここら辺、ザクッと切って入れます。で、お次は生姜ですね。軽く洗って、で、皮付きのまま切っちゃいます。生姜多め。ニンニクですね。こうやって剥いたやつを冷凍しておきました。そうするとね、とっても使い勝手がいいです。ニンニクはたっぷり入れましょう。で、次は黒胡椒ですね。このぐらい入れます。はい、これでひとまず材料が入りました。で、これをグツ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 と煮込んでいきます。素材の旨味をこの水に溶け込ませます。で、そうするとアクも出てくると思いますんで、アクは常に取りながら煮込んでいきたいと思います。はい、ではアクを取りつつ15分ほど煮込めました。とってもいい出汁が出ました。で、ここに甘みを加えていきます。お砂糖ですね。この量だったら1つかみ弱ぐらいですかね。後で味見するんで、そこで調整していきましょうね。で、次はベースの味。こちら。お醤油ですね。韓国の言葉でこれカンジャンと言います。で、ケジャンがカニです。醤油のカニと書いてカンジャンケジャンと言います。今回は韓国の醤油買ってきました。ダーッと入れていきます。水の半分ぐらいかな、大体ね。結構入れていいと思います。よし。醤油も後で調節しますんで、気持ち少なめでいいと思います。で、ここに焼酎も入れます。こんなもんですね。で、梅酒もちょっと入れるといいみたい。で、これでさらに5分ほど煮込んでいきます。はい、5分ほど経過しました。ちょっと味を見てみましょう。経験上、普通に飲めちゃうっていうよりかは、ちょっと濃いめぐらいが美味しいと思います。いただきます。バッチリ。めちゃうまい。もうちょっと甘みがあってもいいかなと思いますんで、こちら本みりんも入れていきます。よし、OK。はい、これでカンジャンケジャンのタレがとりあえず完成ですね。そしたらこれ冷ましてる間にカニを洗っていきましょうか。はい、じゃあカニさんを洗っていきますね。結構カニは暴れますんで、軍手とかした方がいいですね。カニを丸ごとつけますんで、こういうブラシとか、あとね、歯ブラシとかでもいいと思います。こういう甲羅のね、こう爪の付け根とか、ここすごい汚いんですよね。こういうとことか、あとね、このふんどしの裏ですね。ここも汚いんで、ここも綺麗に洗ってあげる。で、ちょっと暴れるのが怖いなっていう人は、一回氷水につけて締めてあげると、洗いやすいですね。こうやってね、こう爪を2つ押さえちゃって、こうやってゴシ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 やっちゃいますね。で、甲羅もね、しっかりと洗っていきます。はい、こんな感じですね。綺麗になりました。で、うちわエビは暴れるの怖いんで締めちゃいましょうか。押さえて、これです。で、おとなしくなったらゴシ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 と洗っていきます。うちわエビはうまいと思うな、これ。楽しみですね。という感じでどんどん洗っていきたいと思います。はい、そうしましたらこのように綺麗に洗いましたら、ここに軽くね、焼酎をぶっかけます。消毒の意味も込めて、カニに焼酎をかけます。さあ、そしたら綺麗に洗って煮沸消毒した壺にアルコール。で、ザルを置いて、で、その上にリードをかぶせます。で、そこに先ほど作ったタレを流し込みます。まだちょっと冷めてないですね。唐辛子。で、サイダーも入れます。大丈夫。そしたらこれもうちょっと冷ましましょうか。このまま入れちゃうとカニが煮えちゃうと思いますんでね。はい、そしたら冷えましたんで漬け込んでいきましょう。あ、でもこれ全部入るかな？ちょっとやばいな。ちょっと入る分だけにしときますわ。オスのカニのね、手が長いんで、なかなか入らんな。4杯ぐらいしか入んねえな。で、うちわエビを入れて、よし、こんなもんでいいでしょう。ちょっと3杯あと入らなかったんで、これは茹でて食べましょうか。で、これで3日ほど寝かすんですけど、どうやら1日に1回タレだけ煮沸して、
菌を殺していった方が安全みたいですね。もっと言うと1回冷凍するともっと安全みたいです。なので今日は1日に1回カニを取り出して、タレだけ煮沸させて、で、漬け直していくと。それは3日やります。で、3日終わった段階で一度これを冷凍します。で、解凍して食べたいと思います。結構手間かかるな。うまいもん作ろうと思うと時間かかりますんでね。そしたら3日待ちたいと思います。煮沸する工程とかは、動画撮りませんのでね。3日後に移動。はい。というわけで、こちら。3日間漬け込みました。で、3日間ちゃんとカニを出して、で、タレを沸騰させて冷まして漬けるっていう工程をきっちり3日やりました。だからね、ちょっとタレがね、少なくなっちゃったんですよね。今、壺に入ってますけど、実際はジップロック1個1個で完璧にタレが浸かるように漬けました。で、本当はこの状態で一度冷凍さすと、もっと安全なんですけど、ちょっとどうしても食べたいので、僕は自己責任で食べちゃいます。今日はこの状態で食べていきたいと思います。うまそうでしょう。これね、今までで一番成功の感じがするぞ。それじゃあこのお盆に盛り付けていく。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。どうでしょうか、この理想のケジャン定食。今日はこのネギキムチも用意しました。そしたら渡りガニは後で残しといて、こっちのウチワエビを食べていきましょうか。ウチワエビのカンジャンセウ。これね、爆発的にうまい恐れがあるよ。このエビは本当にうまいからね。よし。おー、いい感じいい感じ。トロットロですね。味も染みておりますね。で、両サイドを切ります。両サイドを切り落としちゃって、はい、こんな感じですね。そしたら下の殻ピロピロっとめくって、上の殻もテロテロっとめくります。で、引っ張ると背わたも一緒に取れますんでね。ピーッと、これ背わたです。あんま入ってないですね、わたは。で、これに、このタレをつけて、いただきます。大成功しとるやないの。全然生臭みないですね。失敗するとね、生臭みが出ちゃうんですけど、全くですね。でね、生きた状態のエビより甘さが3倍、4倍ぐらい甘いんですよね。ご飯の上に乗せて、で、ここを、いただきます。うめえ！顔はこんなだけどね、伊勢エビより味が上品なんですよね。うちわエビ。うまいんだよね、このエビ。では次はお楽しみ。カニいきたいと思います。じゃあまずはお酢から剥いていきましょうか。ふんどしをパキッと割って、いきますよ。せーの。うわ、完璧じゃない。これ味噌も入ってますね。で、この状態になったらこのエラですね。このエラを外しちゃいます。で、このエラの周りにね、ポツポツついてるのは、寄生虫なのかな？ちょっと名前わかんないですけど、これあんま食べない方がいいので、これ取っちゃいます。ちょっとこれ気持ち悪いですけどね。入ってたら当たりぐらいに持ってくださいね。はい。で、この状態になったら、半分にパキンと割ります。はい、こういう感じですね。この状態でガブッと食べてもいいんですけど、ちょっと大きいなと思う場合は、この半分、ここで、バチッと、ハサミで切ります。こんな感じで。これが食べやすいですね。で、この太い足がついてる方、こっちの方が身があります。で、こっちはちょっとね、身が少ない。せっかくなんでこっち食べてみましょうか。いきますよ、皆さんが好きなシーン。せーの。さあ、たまんないね。じゃあ、いただきます。うめえ。新鮮だわ。なんでさ、3日もつけてこんなさ、身が新鮮で臭くないんだろうか。
不思議な料理だな、ほんと。で、甘さがすっげえ甘い。これチュルンと綺麗に食べれるんですよ。こっちはこっちでね、この味噌がうまいんですよね。で、味が浅いなと思ったらこうつけてタレに。ここを、うまい大成功かましちゃっとるね。俺ぐらいのケジャニストになると、この状態からこういって、うまいで、口の中にまだ残ってる状態で、これ。うまっで、せっかくなんでね、やりたいことがあるんですよ。なんかもう一回、メスの甲羅を開けます。パカッと。お味噌入ってますね。エラを外して、で、甲羅のこのくちばし、ここをカコッとも外しちゃいます。で、くちばしの先端にこの袋みたいな、これがね、砂袋なんですね。この餌のカスとかが入ってる場合があるんで、これは取り除きます。で、この状態にします。そしたらここに、この白米を入れるんですよ。こうやって。はい、絡まりました。そしたらここに、ケジャンの実を入れます。たっぷりと。これですよ。で、ここに、卵黄を一玉。そしてごまをパラパラっと振りかければ、ケジャンの甲羅ご飯の完成。これがめちゃくちゃうまいんですよ。卵黄を潰して、いただきます。うめえ体がね、喜んでおる。はい、ということで、今日はこちらの手作りのカンジャンケジャンときましたら、お飲み物、紅茶でいっていきたいと思います。せーの、でん銀色のやつ。よいしょ。ゆっくり注いでいきます。はい、こちら、7対3ですね。泡もフルフル。いただきます。カンジャンケジャン TV っていう名前に改名しようかな。それじゃゆっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで、今日は自家製カンジャンケジャンを作って食べてみましたけども、もう相変わらずね、やっぱケジャンはうまい。で、今日作ったタレなんですけど、割と完成形に近づいてきたかなっていう味ですね。生臭みもなくて、強いて言うならもうちょっと濃いめに作ってもよかったかなとは思いましたね。やっぱ食べたいものができたら自分で作るのが一番間違いないですね。はい、というわけで今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。